皆さんこんにちは、みさとです。ここは高松駅です。今日は駅前の広場でイベントが開催中。 JR 四国が手掛けられている四国めぐるの春の収穫祭ということで、四国各地の名産品を取り揃えたお店が出店していました。ちょっとしたお祭りな雰囲気で、時間があればゆっくり見て回ったのですけどね。今回の動画は高松からジャンボフェリーで神戸に行きます。関西への帰り道ですが、フェリーの旅を楽しんでみたいと思います。ということで、フェリーの出港する港までバスで移動です。フットバスなどの高速バスのバスターミナルではなく、駅前のバスターミナルの8番乗り場からジャンボフェリーの高松東港行きのバスが発着します。12時55分ごろ、連絡バスがやってきました。この30分後にも連絡バスがありますが、先に発車のこのバス、そこそこのお客さんがいます。ということで乗車します。数人の方が立つくらいの乗車でした。13時ちょうど連絡バスは発車です。連絡バスは高松城の北側を走っています。これは月見櫓。高松競輪場横を通って、あとは左折して直進で高松東港です。今日乗船するフェリーが見えてきました。今までジャンボフェリーに乗ったのは立林2で赤いストライプの船体でしたが、今日は青色の船です。新鮮の葵に今日は乗船します。15分ほどの乗車でバスを下車します。今まで乗ったことのない葵、楽しみです。ちなみにこの高松での連絡バスは運賃無料になっています。出港まで1時間近くあるので、フェリーターミナルの待合室で待ちます。私はウェブで予約したので乗船申し込みは不要ですが、ウェブ以外の方は窓口での手続きが必要です。今14時発の船の切符売り場が開いたようですね。13時に神戸から小豆島経由で葵が到着したばかりで、今は船内の掃除整備中で、乗船開始はもう少し先になります。ちなみにウェブ予約するとこんな感じです。待合室にいざという時の脱出経路など掲示がありました。13時45分を過ぎて乗船が始まりました。乗船口への通路を歩きまして、スマホの QR コードで乗船の改札が完了。ジャンボフェリーは許可された場所のみ撮影可になるので、今回もそれに従って撮影します。今回はのびのび席の女性用を予約しました。入室の際はこちらも QR コードを使います。室内は撮影禁止なので、ジャンボフェリーさんのサイトから画像をお借りしました。1部屋あたり6人のカーペット敷きの部屋です。横になって寝れるので、夜行の時はこちらの方が楽ですね。部屋には窓がありました。窓があるのはいいですね。手元の撮影と外の景色は撮影 OK だそうです。キャリーバッグは備え付けのトレイに置くようになっています。指定された席を見ると、頭の付近にコンセントが2つ。私は窓側の席のためか、プラス2個の合計4個のコンセントになっていました。壁の上に引っ掛けフックが1つ、隣との間に小さめの仕切り板と座る時の腰当てがあります。時間は14時、乗船トラップが上がっていきました。今回の四国滞在は7時間でした。また近々足を踏み入れそうな気がします。船が岸壁から離れていきます。いよいよ出港です。そしてこの窓、少しですが開けられます。開けすぎると危ないですから、このぐらいで十分。出港して右手に屋島が見えます。こんな距離にあるんですね。窓の閉め方はこうなっています。海の上ですし、しっかり閉めるようになっています。あと部屋には手洗い場があります。大きな鏡もありますし、全面メイクもここで済ませられますね。お手洗いは外になります。これでプラス500円はすごくお得だと思います。
こちらは一つ下のフロアのお風呂や足湯、売店の案内です。それでは船内を見に行きましょう。ロビーにあるこの丸い醤油ダルを壁に埋め込んだようなここは共用のベンチ、菱用のベンチだそうです。3階には他にのびのび席やネックス、のびのびバルコニー個室、撮影していませんがのびのびファミリー個室があります。確か女性用ののびのび席と同じ仕様の部屋だったかと思います。3階の客室はすべてプレミア席で別料金が必要です。こちらは自販機コーナー、ゲームコーナーもありました。葵の特徴の一つは新しい船らしく最初からエレベーターがあることですね。バリアフリー対応しています。放送で屋島のことが流れていたので見てみました。北側の海から見る屋島です。左に見えるぴょこっと飛び出た山は五軒山というそうです。2階に降りてきました。この2階のエリアはこんな感じです。緑が別料金のプレミア席と 2D エリアの自由席があります。それでは2階を回ってみます。小豆島の棚田をイメージしたこのエリア、階段も棚田のイメージですね。棚田のステージには自動演奏のピアノが設置されています。階段の下は棚田のベンチになっています。次は自動改札スターゲートを通ってプレミア席の専用エリアへ。カフェラウンジこまめがあって、ここはプレミア席の方の専用のラウンジになります。他にベッド専用エリアがあったり、こちらにはコンフォートリクライニング席やコンパートメントがあります。この横からデッキに出ることができます。ここは風のテラスと名前が付けられています。デッキは選手に続いていますが、向かい風なのかものすごい風で強い風に負けそうなぐらいです。この山は先ほどの五軒山ですね。2階から3階、4階まで上がると光のテラスがあります。下より風は強くないです。手すりの形状が空気の流れを抑えているのかな。船のレーダーなども見えますね。後ろを振り向くとこの部分、船からはみ出した部分なんですね。これは絶景です。こんな景色なかなか見れないですね。ちなみにこの前方にあるデッキはプレミアム席利用者限定となっています。このロープの揺れから風の強さがわかるかと思います。この辺で階段を降ります。3階は階段の踊り場みたいな感じです。一旦2階まで降りないと船内には入れないようです。前を一別して船内に戻ります。2階だけ風が強いのが謎です。このエリアには他にのびのびロフト個室があります。定員は1人から3人までとなっています。そしてこのエリアにはお風呂と足湯があります。プレミアム席のお客さんは無料で利用できます。後で利用してみますね。ちなみに自由席の方は500円払うと利用できるそうです。プレミアムエリアを出るとうどん専用席です。人がいっぱいなので天井を映しています。そのうどんエリアの端のバリアフリー席近くに子供用サイズの船長の制服がありました。記念撮影用ですね。こうしている間にも船は一路小豆島に向かっています。日中のジャンボヘリーは小豆島を経由します。こちらはサイクルピット、持ち込んだ自転車の置き場です。そのサイクルピットの横に自由席の入り口があります。中は撮影できないので入り口の床と上部を映しています。自由席はのびのび席とボックス席の2種類です。自由席の中を後ろまで行くとデッキへの出入り口がありました。ロビーに戻るとリスリン2でも見た貸し出しアラーム、葵にもありました。次は2階から上に上がってみます。3階に上がってさらに4階へ。4階はデッキになっていて空のテラスです。自由席の方も利用できるデッキです。外に出てみました。ここもやっぱり風は強いですね。さらにもうワンフロア上がれます。登ってみます。猫のオブジェと芝生の広場があります。
ここも同じく風は強いです。葵の最上階になりますね。洗面も入ってここがフォトスポットのようですね。ちなみにこの猫は数日前から展示されたばかりの現代美術家の矢野部健二氏の作品だそうです。そういえば船の横にも猫の絵があったよう。後ろのデッキは下にもあるので下に降りてみます。4階に降りてそのまま3階に降ります。3階からは船内には入れない模様。大きな煙突が左舷に立っています。まるで昔の空母みたいですね。この下は車両甲板です。船同士の相対速度で速く見えます。2階に降りてみます。ここが小豆島の下船口らしいです。先ほどの自由席側の中から見た入り口です。ここから出入りできますね。この近くに喫煙室がありました。後ろに行ける通路があったので行ってみます。煙突を回り込むように続いています。見えている島はかなり大きいので小豆島なんでしょうね。ここの階段も降りてみました。この煙突付近も見晴らしは良いですね。この階段も降りれそうですが、下は車両甲板なのでここまでにしておきます。今回は上には戻らず2階から中に入ります。ここにベンチがありますが、お客さんの多い時期はここも座席として機能するのかも。自由席の入り口から中に戻りました。こうして自分の部屋に戻りました。もう間もなく小豆島に着きます。ちなみに今のところ6人部屋に私1人のみの利用で貸し切り状態です。15時9分小豆島に到着。下船はまだ始まっていないようです。ちなみにこの後小豆島からこの部屋に2名乗船されました。もう一度部屋から出まして、ここは2階にあるキッズスペース石の遊び場。フェリーにはだいたいこんなキッズスペースはありますね。その後足湯に行ってみました。お風呂もあるのですが、今回は足湯のみにしておきました。そのお風呂はホワイト温泉雲の湯と名付けられています。そして今回利用する足湯です。ミニタオルは200円で販売されていました。お風呂と同じホワイト温泉で白く濁った湯です。午前中にコンピラ山の石段を登った足がほぐれていきます。翌日筋肉痛が出なかったのはこのおかげでしょうか。目の前は瀬戸内海、島は小豆島です。ほんと気持ちいいですね。いつの間にか小豆島を出港していました。足湯自体は4人ぐらい疲れるでしょうか。下は海です。この足湯は船から張り出した部分にあるんですね。しっかり足湯を堪能してきました。そういえばシースルーデッキと書いていますね。名前の通りの海のテラスでした。その後うどんのコーナーに行きました。小豆島を出港して間もなくで15時半を回ったばかりで、夕飯にはちょっと早すぎる時間帯です。それでもカウンターにはお客さんが殺到して混雑してました。小豆島から乗船の方で賑わっていたようです。私はもうちょっと後でうどんをいただきます。ということで自分の部屋に戻りました。小豆島から乗船のお二人はお休みされてました。島で存分に楽しんで来られたのでしょうね。のびのび席は横になれるのが本当良いですね。しばらくゆっくりした後、コーヒーを購入。ちなみにこのコーヒーは100円です。飲食席が満席だったので空いていたベンチにいます。その後売店横の椅子が空いていたのでこちらでコーヒーをいただきます。ロビー周辺は座れるところがたくさんあるので便利です。ちなみにこの椅子の下にはコンセントがありました。17時前ぐらいになっています。券売機でうどんの食券を買っています。クレジットカード決済もできますが、通信環境により使えないことも多いようです。陸地とは違って県外になることも多いですから、現金が一番無難でした。そして食券を買うとオーダーが通っているので、あとは座って待つだけです。放送で呼ばれるか病院の計算待ちのようにここに番号が出ます。
番号が呼ばれたのでうどんを取りに行きます。お水を入れて席に着きます。いただくのは島うどんです。うどんの具はお揚げさんとも違う食感で謎でしたが、おうどんにマッチした具でした。なんというか丸くてこのサイズ、何かに似てますよね。実はこれ小豆島のマルキン醤油せんべいが入っています。醤油せんべいってピンときませんが、似ているもので盆地揚げと似たせんべいです。あれが入っているものと思えば分かりやすいです。うどんの出汁にしっくり合っていてとても美味しかったですよ。次にジャンボフェリーに乗ったらこのマルキン醤油せんべいを買います。この日は買い損ねました。瀬戸内海の景色を見ながらおうどんをいただく、これも贅沢な旅の楽しみですよね。ということで島うどん美味しくいただきました。ごちそうさまでした。ちなみにうどんはうどん専用席のみでいただくことになっています。食べている間、ロビーで流れている自動演奏のピアノも聞こえてきて素敵でした。食事は他に先ほど紹介の自動販売機コーナーで冷凍のお弁当も販売されています。こちらの電子レンジでチンできます。時刻は17時11分。葵は明石海峡大橋に近づいています。昨年11月に名門太陽フェリーで夜の明石海峡大橋を見ましたが、今日は明るいうちに橋の下を通ります。ということでデッキに出てみます。ここは4階のデッキです。雨は降られないと思いますが、ちょっと雲が多いですね。こちら側に見えているのは淡路島です。普通に見るとこんな感じですが、ズームしてみると見えました。だいぶまだ距離があるので空のテラスエリアへ、いい雰囲気です。もう少し時間があるので一旦船内へ。こちらのモニターを見ていると接近がわかりますね。そろそろデッキに見に行きます。17時35分頃です。このタイミングでこの大きさです。昼間の明石海峡大橋もやっぱり良いですね。ということで圧巻の明石海峡大橋下の通過でした。横から見るとこの橋の長さ、巨大さがよくわかりますね。並走する船を眺めるのもいいですし、後ろを振り向くと雲間から西に傾いた太陽が見えました。そろそろ神戸着まで1時間を切りました。船内に戻ります。日中は外が見える部屋がやっぱりいいですね。旅のフィナーレを飾るのにふさわしい景色です。あとはのびのび席でゆっくりしていました。うとうとしたらこんな時間、神戸の港が見えてきました。神戸第一防波堤西灯台を通過。ここで放送が入り、あと15分ほどで到着の案内が流れました。高松東港を14時ちょうどに出発。小豆島を経由して4時間40分で神戸三宮フェリーターミナルに到着です。新幹線と快速マリンライナーを使えば高松から新神戸まで1時間半で着きますが、こうしてのんびりフェリーの旅を楽しむのも良いなと思います。のびのび席の隣の部屋でこれから万博に行くというお母さんとお子さん。新幹線で行くと小さなお子さんはじっとしているのが大変なので、フェリーだと子供も船内のあちこちに行けて退屈せず、移動が楽でもっぱらこのフェリーを使うと言っておられたのが印象的でした。小さなお子さんとの旅にフェリーのニーズがあると考えてみたらぴったりかもしれないですね。そんなことを思いながらのびのび席の部屋を退出します。さて下船口へ向かいます。エレベーターを降りたらすでに行列でした。神戸三宮フェリーターミナルの丸い乗船口が見えてきました。バスがすぐ連絡なので行列について歩きます。フェリー葵、楽しい旅をありがとう。また利用させてもらいますね。
フェリーターミナルの中を通って外に出るとバスが待っています。幸いまだ席があって座れました。まだ続々とお客さんが乗り込んできます。ちなみにこの三宮行き連絡バスは有料で210円です。現金と回数券のみで IC カードは使えません。立ち客で満員のバスは発車。クレナズム神戸市内を走ってバスは10分ほどでミント神戸下にある神戸三宮高速バスターミナルに到着。無事に三宮に着きました。今回駅へのアクセスは阪神の神戸三宮駅を利用。私は初めてジャンボフェリーを利用した時は神戸三宮駅から JR の切符を発見のために JR の駅に出てかなりうろうろした記憶があります。今日はバスターミナルからまっすぐ神戸三宮駅改札まで行くと1分ほどで行けました。直接行けばすごく近いんですね。勉強になりました。ということで今回のジャンボフェリー葵の動画はここまでにさせていただきます。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。